皆さん、今日はヘンリー・デイビッド・ソローと彼の代表作、ウォールデンについてちょっと深掘りしていこうと思います。ソローが1845年にマサチューセッツ州の郊外、月林地、ウォールデン、ポンドのほとりに建てた小さな木造小屋、そこに移り住んだ青年の姿から、私たちの現代生活にどんなヒントがあるのか、一緒に考えてみましょう。まず、ソローがあの小屋を選んだ背景をざっくり説明しますね。ハーバード大学を卒業したものの、教師やペンキ職人といった仕事を転々とし、急速に広がっていた産業資本主義社会に疑問を抱いたソローは、自己実験として意図的な生活を試みることにしたんです。わずか$14で木造の小屋を建て、2年2ヶ月にわたって自給自足の生活を送ったわけですが、後に出版されたウォールデンは単なる田舎暮らしの日記ではなく、近代文明に対抗する哲学的宣言であり、個人の内面的自由を確立するための実践的手引き書でもあります。当時のアメリカは、鉄道の発達や工場制度の拡大、都市への人口集中が進み、物質的豊かさの追求が社会の中心に据えられていました。ソローは、より多くを得るためにより多く働く構造に組み込まれた人々が本来の自分を見失っていると指摘します。彼の有名な言葉、私たちはより多くのものではなく、より多くの命を必要としている。は、まさにその時代状況への鋭い批判です。ウォールデンの根底にあるのは、意図的な生活、DELIBERATE、ライフという概念。自然に囲まれて暮らすだけでなく、自らの選択によって意識的に生きることを意味します。食料を自作し、衣服を簡素にし、不要な所有を排除することで、生活の中から緊急性の幻想を剥ぎ取り、本当に必要なものとは何かを問い直すわけです。ここで、ソローの思想の源流に目を向けると、ラルフ・ワルド・エマーソンが提唱した超絶主義、トランセンデンタリズムの影響が色濃く出ていることがわかります。エマーソンは、自然は神の権限であり、個人の直感を通じて真理に到達できる、と説きましたが、ソローはそれを理論にとどめず、生活そのものに変換したんです。自然は逃避先でも観察対象でもなく、自己と宇宙の調和を体感する場であり、朝の静けさの中に神聖さを見出し、湖面の波紋から宇宙の法則を読み取る、そんな体験が日常の雑音から離れ、自己と世界の本質的なつながりを再確認する行為だったんです。ソローはエマーソンの思想を単に受け継いだだけでなく、そこに自らの変容を加えました。エマーソンが自己信頼、セルフ、RELIANCE を精神的自立として説いたのに対し、ソローは意図的な自己依存、DELIBERATE、セルフ、RELIANCE へと発展させ、経済的自立こそが真の自由への第一歩だと主張しました。実際、彼が小屋を建てた費用は$28.12セント5分。これは当時の一般的な労働者の年間収入の数分の1に過ぎません。最低限の物質的条件だけで充足感を得られるという結論に至ったソローは、過剰な消費が必ずしも幸福に結びつかないことを実証しようとしたんです。ウォールデンの冒頭にある経済、エコノミー、アキラはまさにこの経済学批判と意図的な生活の革新が凝縮された部分です。ソローは金銭的な概念としての経済だけでなく、人間がいかにして生きるべきかという根源的な問いとして経済を位置づけました。時間の再定義が特に重要で、当時の労働は時間の損失として扱われていましたが、ソローは真の労働とは人間の本質的な成長や創造的な活動に資するべきだと主張します。多くの人が一生をかけて金を稼ぎ、その後でようやく生きるための時間ができると信じていると皮肉ることで、時間と金銭を等価に扱う経済システムそのものを根本から問い直す必要性を訴えたんです。また、物質主義への批判も鋭く展開されます。
贅沢は実際には贅沢ではなく、むしろ貧困の一形態であるという逆説的な主張は、欲望が恒常的な不満を生み出し、自己の内面や他者との真のつながりを断ち切る様子を指摘したものです。エマーソンの自助論、セルフ、RELIANCE にある、自らの内なる声を聞くべきだという教えを受けて、ソローは経済活動を通じて人間の真の自由を奪うシステムに対し、個人の自立性を回復することの重要性を説きました。経済学批判は単なるシステム批判にとどまらず、人間の主体性と自由の回復という超絶主義的な問いへと昇華されているんです。実際にソローがどのように意図的な生活を実践したか、具体的な数字とエピソードで見てみましょう。1845年7月4日、独立記念日にあやかって小屋を建てたソローは、面積約3メートル ×4.5 メートル、窓は3つ、床板は再利用材、屋根は手作りの木材というシンプルさでした。年間の生活費は60ドル以下に抑え、必要最低限の物資だけで生活しました。日課は朝4時起床、湖で水浴び、2時間の読書と執筆、昼は農作業や小屋のメンテナンス、夕方は散歩や自然観察と、リズムは厳格に管理されていました。ウォールデンには湖の氷の厚さや鳥の渡りの季節、植物の発芽時期などが科学者のような精密さで記録されており、例えば1845年10月15日の日記には、湖の水温が急激に低下し、朝には白氷が張り始めた、と書かれ、翌年3月23日には、氷の厚さが25インチに達し、馬車が渡れるほどになった、と報告しています。精神的な覚醒の瞬間も記録に残っています。ある冬の夜、炉の火を眺めながら、自分が森の一部になっている、と感じたとき、ソローは宇宙との一体感を体験し、これが超絶主義哲学の核心となります。また、近隣の農民との交流から、忙しすぎて思索する時間がない、という声を聞き、彼らは自分が奴隷であることに気づいていない、と記すことで、労働と余暇の関係を深く考察しました。ソローは物質主義への批判を続け、ボストンの富裕層が所有する家具や装飾品のリストを作り、これらのものは人間を自由にしない、むしろ束縛する、と指摘します。鉄道が森を破壊する様子を見ては、速度がもたらすものは本当の豊かさではない、と警告し、これらの観察は後の市民的不服従に通底する思想へとつながります。実は、ソローがウォールデンで隠遁生活を送っていた前年、1846年に人頭税の支払いを拒否したことで一晩だけ刑務所に収容された経験があります。この出来事が市民の不服従 CIVIL DISOBEDIENCE の直接的なきっかけとなり、権力に対する個人の良心の重要性を説く基盤となったんです。良い市民になるよりも正しい人間になるべきだという言葉は、国家や法律よりも個人の良心が優先されるべきという倫理的枠組みを示しています。ソローは小屋を離れる1847年9月6日まで、毎日湖の景色をスケッチし、鳥のさえずりを録音しようと試み、これらの記録は後に環境保護運動の先駆けとして評価されました。ソローの実験は、単なる自然への逃避ではなく、産業資本主義と物質主義に対する実践的な拒絶でした。最低限の物質的条件だけで充足感を得られると結論付けた彼は、資本主義が正当化しようとする富の追求に直接的な批判を示したんです。この自然観は、エマーソンの自立、セルフ、RELIANCE の思想と結びつき、個人の内なる光に従えという考え方が、ウォールデンの日常記述と市民的不服従の政治的主張の間に一貫した意図として流れています。さて、ソローの思想は19世紀だけでなく、20世紀以降も様々な形で再評価されています。1962年にレイチェル・カーソンが沈黙の春で環境汚染を告発した際、序文で
人間は自然を支配するのではなく、その一部である、というソローの言葉を直接引用しています。1970年代にはアメリカ環境保護庁が環境教育のテキストリストに、ウォールデンを採用し、全国の高校、大学で環境倫理の教材として使われました。2000年代以降はミニマリズム運動の象徴的存在となり、2015年にはミニマリスト作家ジェームズ・マクファーレンがシンプルな生活の哲学で、ソローが年間28ドル12セントで生活したことを紹介し、現代の100アイテム以下生活やデジタルデトックスの先駆けだと指摘しました。日本でもソローの影響は大きく、2010年に出版された佐藤優のミニマリストの生き方は、ウォールデンを実践的ライフスタイルの手引きとして位置づけ、東京、渋谷のミニマリストコミュニティが毎年8月15日、ソローが小屋を建てた日を、ウォールデンデーとしてイベントを開催しています。2023年時点で全国12都市に拡大し、参加者は2500人を超えました。国際連合も2019年の持続可能な開発のための教育フレームワークで、ソローの物質的豊かさは精神的貧困を生むという批判を引用し、過剰消費社会に対する個人の抵抗モデルとしてウォールデンを採用しています。哲学の領域でもソローは新たな解釈を得ています。2017年、ドイツの環境哲学者ヨハン・ハーバーマンは論文、自然への回帰と資本主義の限界で、ソローの自分が住んでいる場所に自分自身を完全に委ねたという記述をグリーンでタッチメント、運動の哲学的根拠と位置づけました。この運動は、都市部の高所得層が自然に移住し、近代的インフラを断って自給自足を実践するもので、ドイツ、バイエルン州では2020年時点で127世帯が公式に登録されています。2020年にはソローのウォールデン湖畔の小屋がユネスコにより、現代的価値を持つ思想遺産として登録され、年間約12万人が訪れる聖地となっています。訪問者には、ソローが2ドル45セントで建てた小屋の再現模型と、彼の日記、1845年7月4日、私はここに住み始めた。なぜなら、私は生きる目的を深く考えたかったからだ。というコピーが配布されます。しかし、ソローの思想には批判的な視点も必要です。まず、彼の自然回帰が、ローマン主義的逃避として機能したという指摘があります。実験は経済的余裕を持つ特権的な知識人層にしか開かれなかったという点です。当時の労働者階級や農民、都市労働者が土地所有や経済的自立を実現することは極めて困難で、ソローの提案は広範な一般民衆には適用不可能な理想にとどまりました。また、ソローが自然を純粋な調和の空間として理想化した点は、19世紀後半のアメリカが西部開拓や鉄道建設、工業化で自然環境を急速に破壊していた歴史的文脈をほぼ無視しているという批判もあります。市民的不服従の概念についても、実効性に限界があると指摘されています。ソローは個人の良心的抵抗を主張したものの、組織的な社会運動ではなく個人の倫理的選択に委ねただけで、奴隷制度廃止運動のような大規模な変革には消極的でした。超絶主義全体も同様に、個人の内面の自由を重視したがゆえに、社会構造の変革を求めるものではなく、精神的逃避に終始したという批判があります。それでも、ソローの実験的生活は現代に多くの示唆を提供しています。デジタル資本主義が情報と物質の流れで生活のすべての隙間をうずめようとする圧力の中で、ソローが示した不可欠なものを選び、日常のリズムを自ら編む態度は人間の主体性を支える土台となり得ます。技術が人間の認知と肉体を拡張する時代に、ツールをどう使うかは結局、個人の自己規律と生殺にかかっているわけです。ソローのウォールデンでの実験は、自己規律が生活の質をどう変えるかを実証した事例として、今もなお価値があります。ここで、
エマーソンとの知的系譜をもう少しだけ振り返りましょう。エマーソンがセルフ・リライアンス1841年で、我々は常に子供であり、知性は未成熟である。真の知性は自己自身から生まれる。と述べ、また、自然1836年で、自然は人類の学校であり、人間はその中で神の意志を垣間見る。と主張したことは、ソローが実践的に再解釈した超絶主義の土台です。1841年のエマーソン講演、アメリカの学者では、本を読むのではなく、自然と対話せよ、という呼びかけがあり、ソローはこれを、真の学問は実践にあり、と転化しました。エマーソンが、森は人間の精神を浄化する、と語ったのは、ソローがウォールデン湖畔での生活設計に直接的な影響を与えました。エマーソンが、我々は神の子であり、自然界にその本質を垣間見ることができる、と述べたように、ソローは、自然を実践的な哲学の実験室として捉える、発想に至ったんです。ソローはエマーソンの、自己信頼を単なる精神的自立に止めず、経済的、身体的自立という形で具体化しました。彼は自らの手で小屋を建て、豆類を栽培し、魚を取り、最低限の衣服で暮らすことで、エマーソンが説く、自らの力で真理に到達できる、という信念を実証しました。さらに、エマーソンが、個人の直感こそが真理を照らす、としたのに対し、ソローは、経済活動が人間の自由を奪うシステムに対し、個人の自立性を回復することが重要だ、と主張し、経済学批判を超絶主義的な問いへと昇華させたんです。このように、ソローの思想はエマーソンの哲学を受容しつつ、実験的に変容させた結果、超絶主義の実験室としての役割を果たしました。彼の意図的な生活は単なる理想論ではなく、具体的な実践へとされ、2年2ヶ月にわたる隠遁生活で示されたのは、経済的自立が真の自由への第一歩であるという証拠です。小屋の建設費が28ドル12セント5分という事実は、人間の生存に必要なものは極めて限定的で、過剰な消費は必ずしも幸福に結びつかないことを実証しようとしたソローの意図を如実に示しています。ソローの実験は、単に個人の精神的充足に止まらず、社会的実践へと展開しました。1849年に発表された市民不服従は、エマーソンが提唱した個人の良心に基づく抵抗を政治的行動へと転化させたものです。ソローは、不正な法に対しては、個人は良心に従い服従すべきではない、と明言し、奴隷制度やメキシコ戦争に対して税を拒否する行為で抗議しました。この姿勢は、エマーソンの政府は個人の精神的自由を侵してはならないという思想と合致し、個人の良心が国家や法律よりも優先されるべきという倫理的枠組みを提示したのです。その後、ソローの思想は20世紀以降、非暴力抵抗運動に大きな影響を与えました。マハトマ・ガンディは、市民不服従を直接翻訳し、インド独立運動の指針にしました。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアも、ソローの著作がなければ、今日の運動はここまで発展しなかっただろう、と語り、ベトナム戦争反対運動やさまざまな平和運動の理論的基盤にもソローの自然観と個人の良心への重視が流れ込んでいます。さらに、ソローの自然観は環境運動の根底にもあります。1970年代に米国環境保護庁がウォールデンを公式テキストに採用したことは、ソローが自然を単なる資源ではなく、人間が自己を試す実験室と捉えていた点が評価された結果です。レイチェル・カーソンが沈黙の春で、人間は自然を支配するのではなく、その一部であると引用したのも、ソローの影響が色濃く反映されています。でも、ソローの実験には限界もあります。彼はエマーソン所有の土地を借り、
近くのコンコードの村で食料や道具を調達できるという特権的な立場にありました。完全な自給自足ではなく、半ば実験としての簡素生活だったと言えるでしょう。また、当時の東部森林はまだ手つかずの自然が多く、現代の都市化や気候変動が進む世界では、ソローのような生活をそのまま再現することは難しいです。それでも、ソローの真の遺産は具体的な生活様式ではなく、資本主義に対する批判的視座と代替価値観の提示にあります。より多くの所有が必ずしもより良い生活をもたらすわけではないことを示したソローは、今日のミニマリズムやエコビレッジ、脱成長経済学の議論と共鳴しています。所有の少なさこそが真の自由と精神的豊かさへの道だと主張した彼の考え方は、現代の消費社会に対する強力なアンチテーゼです。このように、ソローのウォールデンは単なる自然賛美の書ではなく、資本主義というシステムに対する根源的な問いを投げかける哲学的実践です。彼は、人間が自然とどのように関わるべきか、どのような経済的、社会的構造が真の幸福をもたらすか、を森の中で静かに、しかし鮮明に問い続けました。その問いは、21世紀の今日でも答えが出ていないままです。ソローの実験は、資本主義の代替案として完全な解を提供したわけではありませんが、別の可能性を示す重要な指針となっています。ここで、現代のデジタル資本主義とソローの思想を結びつけてみましょう。情報が日常全体を貫く現代において、ソローが1840年代半ばに選んだ、自ら規定する生活は、外部の論理と要求から距離を置き、内面の秩序を築く実験場として再評価できます。森の中での小さな小屋は、単なる居住空間を超えて、個人が外部の干渉をどのように距離を置き、内面の基準で生活を組み立てるかを示す実証実験だったんです。彼は、生活に不可欠なものと過剰なものを分け、物質の蓄積そのものを目的とする社会の慣習を黙々と問い直したんです。2世紀以上が経ち、2026年の今日でもソローの思想は新たな議題として浮上しています。技術が人間の認知と身体を届かなかった領域まで浸透し、生活を統制し方向づける能力が単なる選択を超えて必須の力となる時代において、ソローが呼びかけた自立は、外部の干渉から自分を律する態度と結びつき、情報型と絶え間ないつながりの中で何を捨てて何をつかむべきかを測る基準点として機能します。機械とデータが生活の便利さを高める一方で、人間の主体性を試す装置にもなり得る。そんな時代に、ソローの実践は、生産と効率の論理に飲み込まれず、生活の重みを自ら再考する道を提案してくれるんです。ソローの自然哲学は、自然を単なる資源や背景ではなく、人間が自らの限界を認識し、内面を磨く関係的な場所として捉える姿勢を示しています。これは、技術が環境と日常を再編する現代でも有効な議題です。物質の蓄積と消費が生活の価値を裁断しようとする前に、ソローは自然の中での質素な日常と深い思考を通じて、人間存在を全体的に育む道を模索しました。自然は逃避の対象ではなく、生活の秩序を再編するための根拠地。この視点が、物質主義を超えて生活の意味を新たに織り込む試みへとつながっています。そして、ソローの思想は市民的不服従と個人の良心的実践を通じて共同体の方向を律しようとする試みとも結びつきます。不当な権威や抑圧的な構造に対し、個人が自らの信念を行動に移す態度は、共同体の健全性を回復する出発点となり得ます。非暴力で良心に反しないまま社会の慣習と制度を批判し改革していく過程は、共同体の一員でありながら独立した自我を維持しようとする努力の延長線上にあります。デジタル空間と物理的空間が絡み合う時代でも、ソローの実践は意味を失わず、個人が共同体の中で声を上げ責任を果たす課題へとつながります。超絶主義的自然哲学と意図的な生活は、デジタル過剰の時代を生きる私たちに依然として有効な問いを投げかけます。
情報と物質があふれる環境の中で、人間が自ら生活の重みと方向を測る力を養う道は、外部の騒音に飲み込まれず内面の基準を築く練習から始まります。自然への回帰と物質主義への批判、そして共同体における責任ある実践は、切り離せない一つの態度として折り合わさり、技術と資本の流れの中でも人間が自らの生活を全うするための絶え間ない努力へとつながります。ソローが残した実験と記録は、そんな努力が決して無駄にならないこと、時には最も単純な場所から最も深い意味が芽生えることを静かに証明しているんです。最後に皆さんに問いかけます。ソローがウォールデンで示した意図的な生活は、単なる過去のロマンチックな理想ではなく、現代の私たちが直面する情報過多、消費社会、環境危機に対する実践的な指針です。自分の時間とエネルギーを何に向けるか、何を手放すか、そして自分の良心に従って行動するか、この選択こそが、ソローが森の中で見つけた自由への入り口なのです。もし、あなたが今日の生活でもっと多くのものではなく、もっと多くの命や、もっと多くの時間を求めていると感じたら、ぜひソローの足跡をたどってみてください。小さな小屋の中での実験が、あなた自身の意図的な生活への第一歩になるかもしれませんね。これでソローとウォールデンの全体像をざっくりとまとめましたが、皆さんの生活や価値観に何かしらのヒントが届いたら嬉しいです。次回もまた、歴史と哲学の交差点から面白い話題を持ってきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。その後、ソローがウォールデンで実践した意図的な生活は、単なる個人的な実験に止まらず、後世の環境運動や社会変革のインスピレーション源となります。ここからは、具体的にどのようにしてソローの思想が20世紀以降のさまざまな運動と結びついたのか、そして21世紀の私たちがそれをどのように再解釈できるのかを掘り下げてみましょう。エコロジー運動への直接的影響。19世紀後半、ソローの死後すぐに、アメリカでは自然保護の動きが本格化します。特に有名なのが、ジョン・ミューアとヘンリー・デイビッド・ソローが共鳴した自然の保全理念です。ミューアはソローのウォールデンを読んで、自然を単なる風景としてではなく、倫理的、精神的に尊重すべき対象として位置づけました。1885年にミューアが設立したシエラ・クラブは、ヨセミテ渓谷の保護を掲げ、後に全米自然保護協会へと発展します。この過程で、ソローの自然は人間の魂を映す鏡であるという考え方が、自然保護の根底にある倫理的基盤として取り入れられました。また、1970年代の環境運動の旗手であるレイチェル・カーソンは、ソローの自然観を自著、沈黙の春の序文で言及しています。カーソンは、ソローが森の中で、自らの呼吸と土の匂いに意識を向けたことに感銘を受け、化学物質が生態系に与える影響を科学的に検証する姿勢と呼応させました。結果として、ソローの実践は、感覚的自然観と実証的環境保護の橋渡し役となり、現代エコロジーの哲学的土台を形作ったのです。シビル・リサイド・ムーブメントと非暴力抵抗。ソローの市民不服従は、マハトマ・ガンディやマーティン・ルーサー・キング・ジュニアに直接的な影響を与えたと広く認識されています。ガンディは1890年代に南アフリカでインド系移民の権利を求めて戦っていた際、ソローのエッセイを読んだと自らの回顧録で語っています。彼は、ソローの良心の声に従うことという教えを、サティアーグラハ、非暴力という形で具体化したことを明言しました。キング牧師は、1960年のバーミンガムキャンペーンに先立ち、ソローの文章を朗読しながら、正義のために違法な行為を選ぶ勇気を部下に説きました。具体的には、
バスの座席を白人と同等に使用する権利を主張するデモにおいて、ソローの法は道徳の代用品ではないという言葉が参加者の精神的支柱となりました。こうした歴史的瞬間は、ソローが個人の良心を社会的行動に結びつけたことの実証例であり、現代におけるデジタルデモクラシーやオンライン署名運動にも応用可能です。ミニマリズムとシェアエコノミーの哲学的根源。21世紀に入ってからは、ミニマリズムという生活様式が SNS を通じて急速に拡散しました。米国のブロガー、ジョシュア・ベイツは、ウォールデン、ミニマリズムと題したシリーズで、ソローが必要最低限のものだけで生きることを実証した点を詳細に分析しました。ベイツは、ソローが自作の木製ベッドや手作りの木箱を使って生活したエピソードを引用し、現代の TINYHOUSE 運動と結びつけました。これにより、都市部での小規模住宅の需要が高まり、結果として住宅供給の効率化と環境負荷の低減という実際的な効果が生まれました。さらに、シェアエコノミーのプラットフォーム、例えばカーリフティングやツールライブラリーは、ソローが所有ではなく使用を重視した思想をデジタル時代に再活性化させています。彼が物を所有するのではなく、必要な時にのみ利用することの価値を実践したように、現代のシェアリング経済は過剰な消費を減らし、資源を共有するコミュニティの在り方を模索しています。これは単なる経済モデルではなく、ソローが提唱した自立と連帯の両立、自分自身の生活を簡素化しながら他者と資源を分かち合う倫理の延長線上にあるのです。